どうも、てるんです。今回の動画の話をする前にですね、前回の金子さんとのコラボ動画がですね、餃子の動画ぶりの急上昇1になりました。いや、もうね、金子さんパワー半端ないって感じですね。で、なおかつ皆さんがですね、僕と金子さんのコラボを待ち望んでくれてたんだなと思うと、またあれですね、喜びもひとしおって感じですね。で、Twitter のリプとか、この YouTube のコメントとか、たくさんのお祝いメッセージどうもありがとうございました。一人でコメント読んではもうずっとニヤニヤしてました。で、今回の料理なんですけど、ちょっと久々の簡単料理っていうか、マヨネーズシリーズですね。明太マヨから始まり、次がツナマヨで、今回が鮭マヨですね。で、今回下のご飯は混ぜご飯にしようと思ってるんですけど、この混ぜご飯にちょっと特別な食材が出てきます。ヒントとしてはちょっと変わった魚を持ってきてくれるお方って感じですかね。それではですね、早速今日も作っていきましょう。こちらが本日使っていく、宮城県産の養殖の鮭ですね。で、こちらまだこういう風に骨が入ってるんで、まずはこの骨の除去からって感じですかね。ちなみにまだこの皮はついたまんまって感じですかね。で、こちらを鮭フレークにしていきます。で、今回鮭を煮詰めるというか、なんていうか、炒め煮るというか、その時に使うのがだし、酒、みりん、砂糖、塩、お醤油って感じですかね。で、大体比率が4221ぐらいで、塩適量で、一番最後にお醤油も少量加えるって感じですかね。で、今回のはかつおだしなので、これがもし顆粒だしとかやったらこっちにも塩分があるんで、塩気は少し少なめにって感じかな。ちなみに今この段階で結構しっかりめに甘じょっぱい感じですかね。ちょっと甘さがかってるかな。最後にこのお醤油を加える分とかも考えて。セーフ。これで今、しっとりタイプの鮭フレークの完成って感じですかね。で、もっとパラパラな鮭フレークがお好きな方やったら、もうちょっと火にかけてあげたらいいかなと思います。僕はもうこんなもんでいいや。あとはこれで粗熱が取れれば完成ですね。これ冷蔵庫でどんぐらい保存効くんでしょうね。ちょっとわかんないですけど、1週間ぐらいは持ちそうですよね。もうね、この段階で果てしなく美味。ちなみに今回、取り出した鮭の皮と、あと余ったお出汁でお吸い物ができました。ではこれから混ぜご飯を仕上げていくんですけど、今回すごくシンプルにいこうと思いまして、三つ葉と、いりごまと、あとこちらの釜揚げしらすですね。こちらただのしらすではなくてですね、先日の金子さんとのコラボ動画を撮影させてもらった時に、皆さんご存知変な魚おじさんのお店にも行かせてもらいまして、その時に購入したしらすですね。今回こちらをたっぷり使っていきます。このしらすうまいわ。そんぐらいだろ。塩分濃度 3%、4% ぐらいかな。ちなみにこの甘塩っていうのは甘いお塩じゃなくて、薄塩って意味ですね。最近結構お上品な感じになってますね。やば、めっちゃ贅沢。これもこの段階で絶対うまい。こんなんお弁当入ってたらもうテンションめっちゃ上がりますよね。で
は鮭フレークの粗熱が取れましたんで、鮭マヨを仕上げていきます。うまっ。では盛り付けていきます。はい、これで鮭マヨ丼の出来上がりです。しゃ、食べよう食べよう。というわけで無事に完成しました。鮭のマヨの丼。間違いなく言えるのは、今年に入って一番調理が楽やった。いやー、パパッと終わったね。で、もしかしたらかなりこれも白飛びしちゃってるかもしれないんですけど、もしくは僕の顔が暗いか、ちょっと光の加減がこれ難しいですね。まあよかろうってことで。てかね、久々に登場したイクラなんですよ。僕の大好きなイクラ。いやー、今回は楽しみやわ。では食べていこうかなと思います。いただきます。あー、うまいね。まあでもあれですね、普段の長時間調理の後に染みる感じとはまた違う感じですね。まあためにはこういうのもいっか。しゃー、では食べていきましょうか。ここら辺からいこうかな。いや、これは絶対うまいよね。味の感想としては、だよねって感じ。あー、これうまいわ。鮭マヨうまっ。なんでね、やっぱね、このしらすうまい。このかなり濃い味の鮭マヨに負けてないもんね、しらすがね。しらすの味というか、しらすの香りかな。で、三つ葉がすっきりさせてくれるしね。これはうまいわ。やっぱこういった組み合わせは安定してうまいね。ではここら辺からこの辺りを行きましょうか。これぞまさしく食の暴力。あー、うめえ。いやー、うまいね。やっぱね。いや、もうほんとね、生まれ変わってもイクラとサーモンを捕食する生物でありたい。ていうかやっぱイクラはうまいね、ほんとね。また今年もやりたいですもんね、イクラを自分でつけるってやつ。ほんとイクラが好きすぎて。というわけで残りあと4分の1くらいって感じですかね。いやー、なんかね、今日あっという間って感じ。で、今回ちょっと油の乗ってる鮭をこうセレクトしたっていうのもあって、冷めてきても全然硬くならないというか、ジューシーですね。ただなんていうかな、ここら辺まで食べ進めてきて、ちょっとだけ塩分を感じてきたかなって感じかな。ではこの辺からいつも通りのやつって感じですかね。そのラストスパート。
ちそうでした。いやー、うまかったね。もうまさに安定って感じですね。で、今回はしらすの混ぜご飯の上に鮭マヨっていう風に盛り付けましたけど、上に盛り付けちゃうとどうしてもちょっと量が多くなっちゃうので、鮭マヨの。なので、しらすの混ぜご飯で、鮭マヨを包んでおにぎりにしてあげたら、なんかちょうどいい塩分量になるんじゃないかなって思ったかな。てか正直もう下の混ぜご飯だけおにぎりにしても絶対美味しいと思うんですけどね。いや、それにしても美味しかったな。ね、今回1本だけ骨が残ったんですよね。異物を混入させてしまった。そこだけがちょっと今回気がかりというか心残りかなっていうところかな。では今回はこの辺で終わろうかなと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。